この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回のテーマは絵が上手くなる瞬間ということなんですが、先日こんな質問をもらったんですよ。斉藤さんってどのぐらいの年齢の時にどのような練習をしていて、どのタイミングで絵が上手くなったのかということを知りたいです。この質問をもらって確かにですね、自分の絵が成長したタイミングのことを考えてみたら、絵の成長においてとても重要なポイントが含まれているなと感じましたので、今回はそのことについてお話しすることにしました。この動画を見ていただければ、私絵を描く練習はしているんだけどなかなか上手くならないんだよね。これ意味あるのかな？私はいつ絵が上手くなるんだろうなんていうお悩みを払拭して、そうか、私の努力って無駄じゃなかったんだ、あるいはそうか、そういう努力をすれば絵は成長できるんだなということが理解でき、自分の絵の成長に確実につなげていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、それではもう最初に結論言っちゃうんですが、僕の絵が上手くなったタイミングは大きく分けて3つあります。絵は急に上手くなる17歳から18歳。絵はショックを受けた時に上手くなる19歳から20歳。絵は上手くなっている時に上手くなる30歳から33歳ですね。でもこの年齢を聞くとちょっと不思議に思う人もいるかもしれません。あれ？絵って徐々にグラフにするとこんな感じで成長していくものなんじゃないのって。ですね、これ完全に間違ってますよ。絵はですね、こんな風に成長します。そうなんです。絵の成長は一定ではありません。絵はある時期急に成長するものなんです。このあたりの理由も含めて17歳、19歳、そして30歳の僕に何が起こったのか、エピソードを交えつつお伝えできればと思います。それでは早速行ってみましょう。絵は急に上手くなる17歳から18歳。まず僕が最初に絵が上手くなったタイミング、それが高校3年生からの10ヶ月間ですね。この時期何があったかというと、美大受験をするために絵の予備校に通ったのがきっかけです。で、こういうことを言うと、やっぱり絵の学校に通えば絵って上手くなるんだって思う人がいるかもしれませんが、必ずしも僕はそうじゃないと思います。僕は絵が上手くなるためにはもう一つ重要なポイントがあると思っていて、それがあったからこそ僕は絵の予備校に通って、そして一気に絵を成長させることができたんです。実はですね、僕は15歳か16歳ぐらいまでまるで絵は上手くなかったんですよ。いや、絵を描くこと自体は好きだったので、いつも絵はね、描いていたんですが、僕はそれまで何か新しいことを学ぶということは苦手。というか正直に言うと、めんどくさかったので、特に人体の構造がどうとか、効果的な手法がどうとか、そういうことは一切気にすることなく、手癖だけでイラストを描いていたんです。自分の好きなキャラクターを好きなように描いて、そして周りの友達に見せてはちょっと褒めてもらうみたいなのを繰り返していました。そして特にコンテストに応募するようなことはありませんでしたし、多分ね、出しても入賞するようなことは難しかったんじゃないかと思います。でも自分では絵が上手いと思い込んでいました。ただね、ここは以前にもお話ししたんですが、美大受験をするタイミングでその認識が一変します。友達に誘われていった絵の予備校で、周りのライバルたちの絵のレベルの高さに驚愕しまして、このままじゃ俺受験落ちるわっていうのを一目瞭然で見せつけられたので、そこから自分も絵の予備校に通うという決断をします。それが高校3年生の5月のことでした。そこで行った絵の予備校の先生にね、僕はたまびのグラフィックデザインに入りたいんですってお伝えしたんですが、結構びっくりされまして、どうやら東京とかではですね、そういう有名美大に入るためには高校 1,2 年生の時から予備校に通って実力を磨くのが普通だということなんですね。それで言うと僕は遅すぎると念を押されました。それでも挑戦するかい？そんな風に言われて、僕はそこではいと即答しました。その時はね、なぜかわからなかったんですが、僕にはかなり自信というか、なんなら確信めいたものがありました。自分は絶対上手くなる。でもそれがなぜなのか、今ならはっきり理由が言えます。それは何かというと、一言で言うと、上手くなる目的です。そうです。僕には上手くなる目的があったんです。
美大に入りたいっていう目的はもちろんありましたけど、それとはまた別です。ただ漠然と絵が上手くなりたいわけではなく、僕は自分のイラストを魅力的にしたい。そういう目的がはっきりとあったんですよ。予備校に入って学んだことは、主にデッサンとか色彩構成の知識だったんですが、自分で言うのもなんなんですけど、その知識を与えられるたびに、全て自分のものにしていって、そしてものすごいスピードで上達できたと思います。それはなぜかというと、そこで得られた知識が全て自分の目的に直結すると思えたから。もっと言うと、今まで描いてきたイラストにつなげられると思ったからですね。そうなんです。僕はそこで得られた知識全てを自分のイラストを魅力的にするという目的につなげて考えたんです。目的がはっきりしているから知識を全て吸収できて、その知識量の分だけ上手くなることができた。僕はそう思っています。この話を聞くと、おそらく大部分の人は、なるほど、絵を上手くなるには絵の予備校に通えばいいんだなって思うかもしれませんが、僕が伝えたいのはそういうことではありません。むしろその前の段階、ただただ楽しんで絵を描く時期を大事にしてくださいということです。もしかしたらね、周りの人からは、ただ手癖だけで描いてるだけじゃ上手くならないよ、もっとデッサン勉強しなよなんて言われることもあるかと思うんですが、僕はそれよりももっと大事なエネルギーを貯める時間こそが重要だと思うんです。なぜならその時期こそが自分の目的をはっきりさせるための期間になるからです。今になって思い返してみると、僕は16歳までの予備校に通う前までの期間、確かに絵は上達しませんでしたが、代わりに手に入れたことがあります。それがイラストって楽しいという気持ちです。でももっともっとイラストを楽しむためには新しい知識が必要で、そのためにはお勉強が必要になった。だからその知識を得られた瞬間、目的と知識がつながってものすごい速度で成長できたんです。だからね、もし今特に無目的でただ絵を楽しんでいるという人や、ちょっと絵が伸び悩んでいるかもという人でも大丈夫です。今やっていることは無駄ではありませんし、あなたは間違っていません。あなたが今楽しんで描いている絵は必ず後々になって自分の成長を助けてくれるはずです。まずは十分に絵を楽しんでほしいです。それが一番絵の成長の原動力になってくれるはずだと思うからです。絵はショックを受けた時に上手くなる。19歳から20歳の時。次に僕が爆発的に絵が上手くなったタイミングは、大学1年生から2年生にかけてのタイミングです。その時に何があったのかというと、一言で言うと、ショックです。大きなショックを受けたことで、急激に絵が上手くなったんですね。実際にどんなショックがあったかというと、3つあります。1つ目は、インターネットショック。今でこそ当たり前に Twitter を通して、上手い人のイラストを無限に見られる環境があるんですが、僕がそういう環境を手に入れられたのは、高校3年生から大学1年生ぐらいのことだったんですね。特に大学1年生の頃は、お絵描き掲示板にハマっていまして、そこで初めて自分以外にも、しかも同年代にこんなにイラストが上手い人がいるんだ、ということを見せつけられたんですね。中でもその当時、すごく上手くて自分が影響を受けたのは、今では皆さん有名になっている方ばかりなのですが、ラレコさん、植草渡さん、猫将軍さん、トキヤさん、糸満さん、ケンさんっていう方々ですね。その人たちの圧倒的な絵を日々見せつけられて、そんなに年変わんないのに、こんな絵描けんのかよっていうショックを受けつつも、くしょう、こいつらには絶対負けねえってね、闘志を燃やして絵の技術を磨くことができた。そういうタイミングがありました。そして次に味わったショックは仕事でのショック。僕は19歳の頃に初めて絵の仕事をもらいまして、それがデュエルマスターズというカードゲームのモンスターを描く仕事だったのですが、そこですごくショックを受けました。僕は当時初めてということもあって、すごくね、舞い上がっていました。周りにあまり絵の仕事をしている人はいなかったので、正直ね、というかかなり調子に乗ってきたと思います。絵で仕事できるなんて、俺天才かもしれん。なんてね。そんな鼻っ柱をポッキリ折られたのが、初めて仕事をしたイラストが世の中にカードゲームとしてリリースされた時です。カードゲームの仕事をすると、ほとんどの場合サンプルとして自分の描いたカードとそれに加えて、その段のカードパックを何個かもらえるんですが、そこで改めて自分が描いたカードと他のイラストレーターさんが描いたカード、並べて見比べてみて、愕然としました。恥ずかしいって
もうね、自分に比べて周りの人たちがですね、絵が上手すぎて、うわー、なんで俺はこんなクオリティのものを描いてしまったんだ。もうね、正直消えたかったです。今見るとですね、その時の絵はその時の絵で、とても一生懸命描いた絵なので、そんなに捨てたもんじゃないなっていう風に思えるんですが、当時はどうしてもそうは思えなくてですね、そこから必死で周りのイラストレーターさんに見比べて見劣りしないように、絵の密度を上げる工夫だったり、あとは作業工程を見直して、絵のクオリティを上げる努力をしました。この時かなり絵の密度が目に見えてアップしましたので、そのショックの効果はかなり高かったように思います。そして最後に紹介するショック。これはちょっとギャグに思えるかもしれませんが、これはですね、女の子に振られたショックですね。いや、ですね、男子にとって女子に振られるショック。特に最初の彼女に振られるという体験はめちゃくちゃでかいんですよ。最初の彼女。マリッペって言うんですけど、もうね、僕マリッペとはもう絶対に将来結婚すると思い込んでましたから、その彼女に振られた時はもう僕ですね。人生終わった。なんてね、そう思ったぐらい、そのぐらいショック超でかかったんですよ。でもね、ある時点で決意します。俺はこのままじゃいけない。こんなだからマリッペに振られたんだ。悔しいけど、でもいつか絵で成功して、そしてマリッペに、あの時逃がした魚はでかかった。そんな風に見返してやるんだってね、そう思うことで気持ちを切り替えることができて、それを原動力にすることができたと思うんですね。ちょっとこれはバカな話なんですけど、でもあの時振られた経験が僕をここまで成長させてくれたなと思います。見てるマリッペ、俺今も頑張ってるよ。はい、すいません。次行きましょう。絵は上手くなっている時に上手くなる。30歳から33歳の時。そして最後に紹介する絵が上手くなった瞬間。どういう時だったかというと、絵が上手くなっている時ですね。何それって思うかもしれませんが、いや、これはですね、結構真面目な話です。僕が30歳から33歳ぐらいの時、時期的に言うと僕はそれまでデュエルマスターなどのモンスターイラストを描いているところから、キャラクターイラストをメインに描き始めるようになったタイミングだったんですが、その時ですね、僕もひたすら楽しかったんです。もちろんね、うまくいかないことだったり、悩みもあったにはあったんですが、そういうことすべて記憶にないぐらい、そのぐらい楽しくて仕方ない時期でした。だってそれまでキャラクターを描くお仕事は自分の夢ではあったものの、でも実際にそういうお仕事はもらえずに10年ぐらいずーっと悶々としてきたわけです。その状況が一転、もうひたすらキャラクターを描くお仕事をもらえたわけですから、もうやること全部挑戦、全部新鮮。そしてその全てが成長につながっちゃう。その喜びたるや半端ないものでした。でね、そういう楽しい状況になるとどういうことが起こるかというと、これは不思議ですが、心からこう思うようになるんです。もっと絵が上手くなりたいって。よくですね、もうすでに絵が上手いような人たち、俗に言う神絵師の人たちが、ツイッターでもっと絵が上手くなりたいなんて言ってる姿を見かけることありませんか？あれを見て、もしかしたら皆さんこう思うかもしれません。何言ってんだよ。あんたもう上手いじゃないか。自分が上手いって知ってるくせに、なんでわざわざそんな自分の向上心を示すような、そんなこと言う必要があるんだよ。そんなポーズ、あえて撮ってまで人に褒められたいんか？あるいは嫌味かって。違うんですよ。自分がそういう瞬間を味わったことがあるので、これは断言できるんですが、上手くなりたいという言葉はですね、本心で言ってます。もうね、描く絵、思ったように描けてしょうがない。でも、もっと思ったように描きたい。なんならもう、思った以上に素晴らしいものが描きたい。だからもっと上手くなりたい。今なら、それが叶うような気がする。っていう、溢れんばかりの楽しさ。もうね、向上心とか努力とか、そんなんじゃないんですよ。ただただ楽しいだけ。やればやった分だけ上手くなる。上手くなっていることが楽しい。楽しいから間髪入れずに次の絵を描いちゃう。そしてさらに努力を努力とも思わずに続けることができちゃう。この最強の成長スパイラルに入ることがあるんです。それにそういう時って周りの人たちにもたくさん褒めてもらうことができますので、その褒め言葉がブーストの役割も果たしてくれます。まさに
無敵状態。じゃあ、その状態にどうやったら入ることができるのかというと、これはですね、もうこの一言につきます。諦めずに書き続けること。何それ？すぐには無理なのかよ。今すぐに爆速で成長したいよって人によっては思うかもしれません。わかります。すぐにそういう瞬間が訪れたら最高ですよね。でもね、逆に考えてみてほしいんです。諦めさえしなければ誰にだってそういうチャンスが巡ってくる機会があるんだって。いやだって僕にそういうタイミングが訪れたのって30過ぎてからですよ。人によっては10代20代にそういう状態になれて、そしてぐんぐん人気を伸ばして人気作家になることができる中、僕なんてね、一番の成長できるタイミングが訪れたのおっさんになってからですからね。そんな僕が言えることは、諦めずに描き続けることの大事さ。たくさん絵を描いてもなかなか上手くならない。周りの絵師たちはすごく上手い人たちばかりで自分に引け目を感じてしまう。一応絵は仕事にはできたんだけど、でもこれって本当に自分がやりたいことだったんだっけ？そして好きな人に振られてしまった。たとえそんなことがあっても、そして自分の上達をなかなか感じることができなくても、絵の成長は最初にもお伝えした通り、こんな感じ。全部合体して、ズドーン！めちゃくちゃ成長するタイミングがあなたにもきっと訪れます。そんな瞬間があなたの元に巡ってくるためには、とにかく描き続けること。そしてその中で楽しさと経験を積み重ねていくこと。これが一番重要だと僕は思います。諦めないで日々一歩一歩歩いていきましょう。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと今回は絵が上手くなるタイミングのお話をしましたが、逆に絵がなかなか上手くならない人の考え方を紹介した動画もあります。こちらですね。こういう考え方をしてしまうと上達の機会を逃してしまう。避けるべき考え方を紹介した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。